もふもふとした毛並みで、まるで大きなぬいぐるみのような猫、ラグドール。近年では人気の病種ランキングでも上位にいる注目の猫です。今回はそんなラグドールについてその起源から特徴などをお話ししていきます。ラグドールの起源は1960年代、アメリカカリフォルニアのリバーサイドに住むアン・ベーカーというペルシャ猫のブリーダーによりラグドールの交配が始まります。祖先となる地域で暮らしていたメスで長く薄い白い毛のペルシャタイプの外猫ジョセフィンはアン夫人の知人であるペネルズ夫人の裏庭に出入りしていたそうです。ジョセフィンは交通事故に遭ったことがきっかけでペネルズ夫人に保護されます。その後ジョセフィンはペネルズ夫人の自宅の裏庭でお産をしました。生まれた子猫は著しく大きく美しく、また肥毛はセミロングで毛玉にならずもつれることはありませんでした。また子猫の気質は非常に優しく、抱かれたり運ばれるとき完全に弛緩していました。この気質と身体的特徴がアン夫人の興味を引き、1962年にペルシャ猫とバーマンを交配させたのが始まりです。アン夫人はこの猫の魅力に自信を持ち、新しい品種として育成することとビジネスと結びつけて計画しました。アン夫人の下で生まれた猫はラギディアンという猫舎号が猫の個体名の前に名字としてつくようになり、1971年既存の猫血統登録団体には登録せず、新しい団体国際ラグドール協会インターナショナルラグドールキャットアソシエーションを設立し、ラグドールの血統管理と個体管理をフランチャイズビジネスの本部として行おうと考えていました。所属しているブリーダーのみがラグドールの名称を使うことができるフランチャイズ契約を行うことを条件に猫を譲り渡していたそうです。そのため高い需要があるにもかかわらず、ラグドールはなかなか一般の人の手に渡ることはありませんでした。このような仕組みに疑問を持ったある夫婦がフランチャイズ契約を行わずに譲り受けた子猫で新たに繁殖を行うことにしました。同じくアン夫人に反発したブリーダーも多く、彼女を引退させることでラグドールを正しく人々に広めようとするメンバーも出てきましたが、こうしたメンバーは逆に国際ラグドール協会を去ることになりました。そして国際ラグドール協会は徐々に分裂、撤退したブリーダーたちの一部が結集し、国際ラグドール愛好会ラグドールファンシーズクラブインターナショナルという組織を設立。独自にラグドールを繁殖し一般に広めようと試みましたが、国際ラグドール協会に独占されているためラグドールという名前は使えませんでした。そして彼らはラグドールを基礎にペルシャ猫やメインクーンなどの猫と交配させ、ラガマフィンという病種を生み出したと言われています。そのためラグドールとラガマフィンは大きな違いはありません。余談ですが、名前の由来は国際ラグドール愛好会の一人が冗談半分でボロキレを着た少年、いたずら小僧という意味の英単語であるラガマフィンと血統書登録団体に仮登録をしたことです。後から名前の変更を試みたものの却下されたため、今でもラガマフィンという名前が使われています。話は戻りますが、そういったブリーダーたちの努力により1979年にラグドールは世界最大の登録機関 TICA に登録。その他 CFA など主要な血統書登録団体がラグドールを登録しているため、国際ラグドール協会に登録をしていないブリーダーもラグドールという名前を使うことができます。ちなみにラグドールという名前の由来はぬいぐるみです。抱っこした時に抵抗するどころか自ら体を預けてくる状況が多く、それがまるでぬいぐるみのようということでこの名が付けられました。先ほどラグドールとラガマフィンは大きな違いはないとお伝えしましたが、ラグドールの毛色は白っぽい毛がベースでシール、チョコレート、ブルー、ライラックの4色と限定されており、目の色はブルーのみです。しかし
ラガマフィンは毛色も目の色もバリエーションが様々です。ラガマフィンに関しては独立した病種と認めていない愛病家団体も存在します。例えば CFA という団体ではラグドールと区別するためポインテッドを持つ個体はラガマフィンとして認められていません。現在アメリカのロサンゼルスで暮らすモデルのローラさんはラグドール2匹、メスのダックスフンド1匹と一緒に暮らしていましたが、ココちゃんという1匹のラグドールが病気で亡くなったそうです。ちなみにもう1匹はダンゴムシちゃんといい、一緒に女性ファッション誌の表紙を飾ったこともあるそうです。日本では上野樹里さんがラグドールのメス猫を飼っており、フランと名付けています。また AKB48 でセンターを務めたあっちゃんこと前田敦子さんやお笑い芸人パンサーのカンさんも実家でラグドールを飼っているそうです。中里依紗さんは2022年6月8日の YouTube 動画で事務所の看板にゃんことしてラグドールの困ったさんを紹介されています。ラグドールはがっしりとした大型の病種です。体重はオスで6から9キロ、メスで 4.5 から7キロのロング&サブスタンシャルタイプです。全体的に筋肉質で四肢も骨太、がっしりとした作りをしています。大型の病種ということもあり、成長はゆっくりで、体の大きさが完全に成熟するのに4年くらいかかると言われています。平均寿命は約13から14歳で一般的に言われる猫の平均寿命と同じです。金額は10万から20万円ほどと言われています。ひ毛は長毛の中ではそれほど長い方ではなく、セミロングヘアと表現されることもあります。滑らかな手触りで尻尾もふさふさとした毛に覆われています。それほど長い方ではないとはいえ、やはり定期的なグルーミングは必要で週に1回以上が目安と言われています。ラグドールが生まれた時のひ毛の色はほぼ白色をしていて、成長するに従って毛色が現れます。ラグドールのひ毛の色はベースが白で、顔や耳、手足の先端、尻尾だけが濃い色になっており、それをポイントと呼びます。ポイントの色がブルーであればブルーポイント、チョコレート色であればシールポイント、レッドであればレッドポイントとなります。よく見る色はブルーですが、ブルーは青ではなく濃いめのグレーです。ポイントにはいくつかパターンがあり、足の先や鼻やお腹などに白色が入るパターンをミテッド、2色がきっちり分かれて出るパターンで、いわゆる8割れのような模様をバイカラー、ポイント部分に2つの色が出ているパターンをトーティ、ポイントの部分に縞模様があるパターンをリンクスポイントと言います。トーティとリンクスポイントはなかなか見ない珍しい模様です。猫で最もよく見られる疾患の肥大型心筋症はラグドールも遺伝的な病気としてなる可能性が高いため、早期発見のためにもまめな定期検診をしてあげましょう。またラグドールは毛量が豊富なので、毛づくろいによって飲み込む毛が多く、うまく排泄できずに胃腸内で毛がフェルトのように固まってしまう毛球症を起こすことも珍しくありません。こまめなブラッシングを習慣化し、生え変わりの時期には特に注意しておきましょう。食欲が低下しているように見えたり、えずいたりするようであれば、かかりつけ医に見てもらい、適切に処置してもらいましょう。ラグドールは愛情深く、飼い主についていくことが好きなことから、ポピーキャッツと呼ばれることもあるそうです。水の流れる音に興味を惹かれる傾向があり、シャワーなどで水を流すと走ってくる可愛い一面もあります。性格はのんびりとした落ち着きのある性格で、大きな声で鳴くこともあまりないと言われています。人間の子供や他の猫、あるいは犬などの他のペットにも寛容で、性格の面ではとても飼いやすいです。抱っこが大好きな可愛い病種です。愛情をいっぱい注いであげましょう。
今回はラグドールについて、その起源から歴史とともに解説させていただきました。こちらのチャンネルでは今回のような病種の歴史や特徴、猫の雑学についての解説動画を配信していきます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。